紫式部は何を食べていたのか。光る君へに学ぶ日本史。彼女の意外な好物は。いよいよ2024年 NHK 大河ドラマ「光る君へ」が始まる。このドラマは紫式部の生涯を描いている。世界文学として高い評価を受ける源氏物語の作者紫式部は平安時代中期に公家の娘として生まれた。しかし平安時代といえば十二単を着た女性が思い浮かんで、紫式部たちがどのような生活をしていたかが全く想像できない。そこでまず食事編として紫式部は何を食べていたのかを詳しく見ていくことにしよう。当時の主食は玄米だが、主としてもち米で、貴族は半月米を、庶民は完全な玄米を食べていた。平安時代の食事は基本的に朝夕の1日2回であった。ただし朝食前に軽食をとることもあった。軽食は粥で、粥には片粥と汁粥があった。片粥は現在我々が食べているご飯のようなもので、汁粥が今の粥のようであった。主食は小合で、お米を蒸したものであった。これは今のおこわのようなもので、椀や土器などに盛って食べたようである。しかし小合は時間が経つと冷えてパラパラとなる。紫式部たちは硬くなってパラパラになった小合をスプーンのようなもので食べていた。小合に対して釜で柔らかく炊いたものを姫いと呼び、歯のない老人や子供たちが食べていた。またお米は旅先などでは携帯用に干したカレイを食べた。平安の人々は豚敷というカレイを水で柔らかくして卵型に握ったおにぎりを持ち歩いた。餅はやはりめでたい時に丸にしたり長方形ののし餅を切って食べている。また2本の箸は唐箸といってあまり用いられなかった。日本古来の箸は1本で竹を2つに折り曲げピンセットのようにして挟んで使用した。漬物はこの平安時代から食されるようになった。平安時代に人々は食料を保存するバリエーションを増やし、様々な味覚を楽しむようになった。ひしおや塩、酢などで和えた和え物も食べるようになっている。調味料にはひしお、酢、酒、塩の4種類があり、ひしおは味噌と醤油の原型となるものであった。各人が自分の好みによって料理にかけて味わっていた。この頃にはまだ砂糖がなかったため、柿を干して粉にしたものを甘味料として使用している。酒は冷やで庶民にも広く売られ飲まれていたが、悪徳商人が水で薄めて売っていた。紫式部は半月の米の小合を食べていた。そして酒と魚の煮物やイワシ、アワビに香の物などを食べていたと考えられる。
イワシは昔から庶民の食べる安価な魚で、平安朝の貴族が口にするのは卑しいとされていた。ところが紫式部は大のイワシ好きで、夫の信孝に見つからないようにこっそりと隠れて食べていた。それをある日、信孝に知られて咎められた際に、紫式部は次の歌を読んで猛然と反論している。日の本に入らせたもう岩清水、参らぬ人は荒地とぞ思う。日本で流行っている岩清水八幡宮に参らない人がいないように、こんなに美味しいイワシを食べない人などいませんよ、と。岩清水八幡宮とイワシをかけて即興で返したのだ。実は、イワシが好きだったのは、紫式部ではなく、泉式部だったとする説もある。それはともかく、紫式部が以上のような歌を読んで切り返し、信孝を黙らせてしまったとすれば、さすがに才女である。イワシはイワシ売りがいて、京の町で売り歩いていた。また、目刺しもすでに庶民が食べていたという。そして、川魚では鮎が好まれた。また京には鯖街道があったように、天皇や貴族たちは鯖の塩焼きをよく食べたという。鶏肉も食べられていたが貴重で、天皇や貴族が享王の時に鶏のもも肉を食べたという記録が残っている。鶏のもも肉は別足と言われ、帰りのお土産などにも使われている。庶民は慢性的に栄養失調気味であった。それに対して貴族は太り気味で栄養過多であった。藤原道長は晩年、糖尿病で苦しめられた。道長は喉が渇き、水をよく飲んだため、飲み水病と言われた。権力を握った藤原氏が衰えた原因の一つに、糖尿病を患う者が多かったからとも言われている。我々が想像する以上に平安時代の貴族たちは贅沢な食事をしていたようである。